第一章。19世紀の最後の数年間。この世界が人間の知性をはるかに超えながらも、人間と同じく死すべき存在たちによって、鋭く、そして必要に監視されていたなどと、誰一人信じようとはしなかったでしょう。人々は果てしない自己満足のうちに、この地球の上をあちこちと行き来しながら、それぞれの些細な用事に追われ、物質世界を支配しているという確信の中で、穏やかに暮らしていました。しかし宇宙の深淵の彼方では、私たちの知性が獣のそれに対するように、私たちの知性をはるかに凌駕する精神が存在していたのです。広大で冷徹、そして無慈悲なその知性は、羨望の眼差しでこの地球を見つめ、ゆっくりと、しかし確実に、私たちへの計画を練り続けていました。そして、20世紀の初頭、大いなる幻滅の時が訪れたのです。火星という惑星は、私たちの世界よりも古く、この地球がまだ溶岩の塊であった頃から、その表面では、生命活動が始まっていたに違いありません。いつかは私たちの惑星をも覆うであろう長い冷却の過程は、すでに隣人たる火星においては、はるかに進んでいました。火星の海は縮み、大気は薄くなり、差し迫った生存の必要性が、その住民たちの知性を研ぎ澄まし、能力を拡大させ、そして心を硬化させてきたのです。私たちがかろうじて無双するに過ぎないような観測機器を用いて、宇宙を見渡す彼らの目には、植生の緑と水の灰色に彩られた、より温暖な私たちの惑星が映り出されていました。そして、太陽に向かって戦いを仕掛けることこそが、じわじわと迫り来る滅亡から逃れる唯一の手段なのです。彼らをあまりに厳しく裁く前に、私たちは思い起こすべきでしょう。私たち人間という種族が、絶滅したドードーやバイソンのような動物に対してだけでなく、自らの劣等とみなした民族に対しても、いかに無慈悲で徹底的な破壊をもたらしてきたかを、タスマニアの人々は、人間としての姿形を持ちながらも、ヨーロッパからの移民によって行われた絶滅戦争によって、わずか50年のうちに完全に消し去られてしまいました。もし火星人が同じ精神で私たちに戦いを挑んできたとしても、私たちに慈悲を解く資格があるというのでしょうか。火星人たちは、驚くほど精巧な計算のもとで、地球への降下を実行したようです。1894年、火星が地球に最も接近した時期に、火星の明るい面で強烈な光が観測されました。私はあれが、地球へ向けて砲弾を発射するために使われた巨大な砲の鋳造作業だったのではないかと考えています。あの嵐が私たちを襲ったのは、今からちょうど6年前のこと。火星が地球に最も近づいていた頃、ジャワのラベルが天文電信網に衝撃的な報告を送り込みました。火星の表面で灼熱のガスが大規模に噴出したというのです。それは12日の深夜近くに起きており、分光器の観測によれば、燃え盛るガスの塊が、この地球に向かって猛烈な速度で移動していることが示されていました。ラベルはそれを、大砲から炎のガスが吹き出すように、惑星から突然かつ激しく吹き出した巨大な炎の塊に例えました。私がその噴出のことを知ったのは、オター省で著名な天文学者のオグルビと偶然出会ったからです。彼は非常に興奮していて、その夜、一緒に赤い惑星を観測しないかと誘ってくれました。あの夜の見張りのことは、今でも鮮明に覚えています。暗く静まり返った天文台。望遠鏡の時計仕掛けが刻む規則正しい音。屋根に開いた細い隙間。望遠鏡を覗き込むと、深い青の円の中に、
小さな丸い惑星が浮かんで見えました。なんと小さなものだろうと思いました。明るく、小さく、静かに輝いています。そして私には見えなかったのですが、あまりにも遠く、小さすぎて目には映らないその彼方から、信じがたい距離を素早く、着実にこちらへ向かって飛んでくるものがありました。火星人たちが私たちへと送り込んだもの。地球にこれほどの苦難と災厄と死をもたらすことになるものが、当時の私には、それが夢にも思い浮かびもしなかったのです。その夜も、遠い惑星からガスが吹き出していました。時計が真夜中を打つと同時に、私はその縁に赤みがかった閃光を見たのでした。オグルビーが私と交代し、こちらへ向かって伸びるガスの尾を見て、声を上げたのです。その夜、最初のものから24時間も経たないうちに、もう一つの見えない飛翔体が、火星から地球へ向けて旅立ったのでした。オグルビーは、火星に人間のような生き物がいて、信号を送っているなどという俗説を、鼻で笑っていました。火星に人間に似た何かが存在する可能性は、100万分の1もない、と彼は言いました。その夜も、そしてその翌夜も、何百人もの観測者が、その炎を目にしたのでした。10夜にわたって、毎晩一度ずつ炎が上がっていたのです。なぜ10夜目以降に発射が止まったのか、地球上の誰も説明できずにいました。そして誰にも気づかれないまま、火星人が私たちへ向けて放った、あの飛翔体たちは、宇宙の虚空を秒速十数キロという速さで突き進み、時間ごと、日ごとに、着実に地球へと近づいていたのです。最初の飛翔体が、まだ1600万キロほど離れていたある夜、私は妻と散歩に出かけました。星明かりの夜で、私は火星を指さしました。天頂へ向かってゆっくりと動く、明るい光の点。なんと安全で、穏やかに見えたことか。そして、最初の流れ星が落ちた夜がやってきました。それは、早朝に目撃されたのです。ウィンチェスターの上空を東へ向かって走り抜け、大気の高いところに炎の筋を引きました。私はその時刻、自宅の書斎で原稿を書いていました。フランス窓は、オター省の方角に向いており、ブラインドも上げてあったのに、私はそれを見なかったのです。それでも、宇宙の彼方から地球へやってきた、あらゆるものの中で最も奇妙なそれは、私がそこに座っている間に落下したに違いなく、顔を上げさえすれば見えたはずでした。やがて、夜明け前の早い時刻、哀れなオグルビは起き出しました。彼は流れ星を目撃しており、ホーセル共有地とオター省とウォーキングの間のどこかに、隕石が落ちているはずだと確信していたのです。夜明けを過ぎて間もなく、砂取り場からさほど遠くない場所で、彼はそれを発見したのでした。飛来した物体の衝撃によって、地面には巨大な穴がうがたれており、砂と砂利があらゆる方向へ激しく飛び散っていました。その物体自体は、粉々に砕け散った松の木の破片に囲まれながら、ほぼ全体が砂の中に埋もれていたのです。露出している部分は、巨大なシリンダーの形をしており、表面は、厚く鱗状の暗褐色の外皮で覆われています。直径はおよそ27メートルほど。大気圏を突き抜けてきた熱がまだ残っており、近づくことはできませんでした。内部から聞こえてくるざわめくような音は、表面が不均一に冷却されているためだろうと、オグルビーは考えました。その時点では、内部が空洞になっているかもしれないなどとは、思いもよらないことでした。その時突然、シリンダーの端の縁から、灰色のクリンカーがいくつか剥がれ落ちているのに気づいたのです。大きな塊が一つ、突然崩れ落ち、鋭い音を立てます。
その音に、彼は心臓が口から飛び出るかと思いました。オグルビーは穴の中へ降り、物体のすぐそばまで這い寄って、より近くからそれを観察しようと試みたのでした。そして彼は気づいたのです。シリンダーの円形の天外が、胴体の上で、ゆっくりと、ごくゆっくりと回転していることを。それに気づいたのは、5分前には自分の近くにあった黒い印が、今は円周の反対側に移動していたからでした。それでもしばらくは、その意味するところが理解できませんでした。やがて、くぐもったきしむ音が聞こえ、黒い印が2、3センチほどガクリと前へ動くのを目にしたとき、すべてが一瞬にして彼の脳裏にひらめいたのです。このシリンダーは人工物であり、内部は空洞で、ねじ込み式の蓋がついている。シリンダーの中の何かが、その蓋を内側から回しているのだと。なんてことだ。とオグルビーは叫びました。中に人が入っているんだ。閉じ込められて逃げ出そうとしている。彼はとっさに、あの物体と火星で見た閃光を結びつけました。閉じ込められた生き物のことを思うと、あまりの恐ろしさに熱さも忘れ、シリンダーに近づいて、蓋を回す手助けをしようとしたのです。だが幸いなことに、鈍い放射熱が彼を引き止め、まだ赤く輝く金属に手を焼かずに済みました。しばらくためらって立ち尽くしていましたが、やがて向きを変え、穴から這い出すと、ウォーキングへ向かって、夢中で走り出しました。途中で2馬車の魚車に出会い、事情を説明しようとしたものの、彼の話も様子も、あまりに取り乱していたため、魚車はそのまま馬を走らせてしまいました。居酒屋の給仕にも同じように相手にされず、給仕は彼を野放しの狂人だと思ったのです。ようやく我に返った彼は、自宅の庭にいるロンドンの新聞記者ヘンダーソンを見かけると、柵越しに声をかけ、やっと話を聞いてもらうことができました。ヘンダーソン、と彼は呼びかけました。昨夜、あの流れ星を見ただろう。それでとヘンダーソンは言いました。今、ホーセル共有地に落ちているんだ。だが、ただの隕石じゃない。シリンダーだ。人工のシリンダーだよ。中に人間が入っているんだ。半分焼き殺されかけて、逃げ出そうともがいている。ヘンダーソンはスコップを放り出し、上着をひっつかんで、二人は急いで共有地へ引き返しました。シリンダーは同じ場所に横たわったまま。しかし今や内部の音は止んでいて、シリンダーの上蓋と胴体の間に、細い輝く金属の輪が見えていました。縁の部分からは空気が出入りしているらしく、シューシューという細い音が聞こえてきます。二人は耳を澄まし、焦げて鱗状になった金属を棒で叩いてみましたが、何の反応もありませんでした。中にいる人間は意識を失っているか、あるいは死んでいるに違いない。そう結論を下した二人は、再び町へ戻り、助けを求めることにしたのです。ヘンダーソンはすぐに鉄道の駅へ向かい、ロンドンへ電報を打ちました。8時頃には、すでに何人もの少年や仕事のない男たちが、火星から来た死人を見ようと、共有地へ向かっていました。私がそのことを知ったのは、新聞配達の少年から聞いた、9時15分前のこと。すぐさま外へ出て、オターショー橋を渡り、砂取り場へと向かいました。シリンダーが横たわる巨大な穴の周りには、20人ほどの小さな人だかりができていました。穴の周囲の芝生と砂利は、まるで突然の爆発で焦げたかのように黒ずんでいます。ヘンダーソンとオグルビーの姿はありませんでした。穴の縁には、4、5人の少年が腰を下ろし、あの巨大な塊に向かって石を投げて遊んでいたので、私がやめさせたのです。見物人のほとんどは、シリンダーの大きなテーブル上の端を
じっと静かに眺めるばかりでした。私は穴の中へ降り、足の下でかすかな動きを感じたような気がしました。頂部の回転は確かにすでに止まっていたのです。あの物体が火星から来たものであることは、私の心の中で確信に変わっていました。しかし、中に生き物が入っているとは考えにくいと判断していました。ネジが外れていくのは、自動的な仕組みによるものだろうと思っていたのです。11時頃になっても何も起きる気配がなかったので、私はメイバリーの自宅へと引き返しました。午後になると、共有地の様子はすっかり変わっていました。勇敢の早番が、火星からのメッセージ受信、ウォーキングからの驚くべき報告、といった大見出しでロンドンを騒がせていたのです。砂取り場のそばの道には、ウォーキング駅からの辻馬車が6台ほど並び、チョバムからのバスケット型の二輪馬車や、いかにも上流らしい立派な馬車も来ていました。それに加えて、自転車の山もできていたのです。空には雲一つなく、風も全くなく、焼けつくような暑さでした。穴の縁まで近づいてみると、そこには、6人ほどの男たちが集まっていたのです。ヘンダーソン、オグルビー、そして、背の高い金髪の王室天文官、ステント、それにスコップやツルハシを手にした作業員たちが集まっていました。ステントは、シリンダーの上に立っていたのです。シリンダーはもうかなり冷めているようで、彼の顔は真っ赤に蒸気し、汗が滝のように流れていました。シリンダーの大部分はすでに掘り出されていたものの、下端はまだ地中に埋まったまま。オグルビは私の姿を見るなり声をかけてきて、穴に降りてくるよう促し、この土地の領主であるヒルトン卿のところへ行ってもらえないかと頼んできました。見物人の数がどんどん増えていて、発掘作業の深刻な妨げになっているというのです。軽い柵を設けて人々を遠ざけるための助けが必要だと言います。また、ケースの内側で、かすかな動きが今も時折聞こえるが、作業員たちは、蓋を回して外すことができずにいるとも教えてくれたのです。引っかかりになる部分が全くないとのことでした。私は喜んでその頼みを引き受けたのです。そうすれば、予定されている囲いの中に入れる特権的な見物人の一人になれるからです。ヒルトン卿は屋敷にはいませんでしたが、ウォータールー発6時の列車で、ロンドンから戻る予定だと教えてもらいました。当時まだ5時15分頃だったので、私は一旦家に帰ってお茶を飲み、それから、駅まで歩いて彼を待ち受けることにしたのです。共有地に戻った時、太陽はすでに沈みかけていました。穴の周りに集まった人々はさらに増えていて、レモン色に染まった空を背景に、黒いシルエットとなって立ち並んでいます。200人ほどはいたでしょうか。怒鳴り声が飛び交い、穴のあたりで何らかの揉み合いが起きているようでした。近づくにつれ、ステントの声が聞こえてました。下がれ。下がれ。一人の少年が私の方へかけてきました。通り過ぎざまに声をかけてきます。動いてる。と彼は言いました。ぐるぐる、ぐるぐる回ってる。気持ち悪い。俺、家に帰る。私は群衆の方へ進んでいきました。2、300人はいたでしょうか。人々が肩をぶつけ合い、押し合いへし合いしていました。穴に落ちたぞ、と、誰かが叫びました。下がれ、と、何人かが声を上げます。穴の中から、奇妙なうなり音が聞こえてきたのです。おいとオグルビーが言いました。このバカどもを押しとどめるのを手伝ってくれ。あの忌々しい物体の中に何があるか、まだわからないんだぞ。私が見ると、一人の若い男がいました。ウォーキングの店員だったと思いますが、彼はシリンダーの上に立って、穴から這い出ようともがいていたのです。
群衆に押し込まれてしまったのでした。シリンダーの端が内側からねじ回されていました。光沢のあるネジが60センチ近くも突き出ています。誰かが私にぶつかってきて、私はそのネジの上に倒れ込みそうになりました。振り返ったその瞬間、ネジが外れたに違いありませんでした。シリンダーの蓋が砂利の上に落ちて、金属的な衝撃音を響かせました。私は後ろの人物に肘を突き立て、再びあの物体の方へ顔を向けます。一瞬、その円形の空洞は完全な暗闇に見えました。夕日が目に入っていたのです。誰もが人間の姿を期待していたと思います。もしかすると、地球の人間とは少し違うかもしれないが、本質的には人間の姿を、私もそう思っていました。しかし目を凝らしていると、やがて影の中で何かが動いているのが見えてきました。灰色のうねるような動き、幾重にも重なり合うもの、そして二つの発光する円盤、目のようなもの、次にステッキほどの太さの小さな灰色の蛇のようなものが、うごめく中心部からとぐろを巻いて現れ、私の方へ向かって空中でくねりました。そしてまた一本、突然、全身に冷たいものが走りました。背後で、女性の甲高い悲鳴が上がりました。私はシリンダーから目を離さないようにしながら、じりじりと後ずさりし始めたのです。シリンダーからは、さらに新たな触手が伸び出していました。周囲の人々の顔に、驚きが恐怖へと変わっていくのが見て取れました。あちこちから言葉にならない叫び声が聞こえ、人々が一斉に後ずさりしたのです。穴の縁でまだもがいている商人の姿が目に入りました。気がつくと私は一人取り残されており、穴の向こう側で、ステントをはじめとする人々が逃げ去っていくのが見えていたのです。もう一度シリンダーに目を向けた瞬間、抑えようのない恐怖が私を捉えました。私は石のように立ち尽くし、ただ凝視していたのです。熊ほどの大きさの灰色がかった丸い巨大な塊が、シリンダーの中からゆっくりと苦しそうに這い出てきていました。それが膨らみ上がって光を受けると、濡れた川のようにぬらりと光り輝いたのです。大きな暗色の二つの目が、じっと私を見つめています。その目を縁取る塊。その生き物の頭部は、丸みを帯びており、顔と呼べるものを備えていました。目の下には口があり、唇のないその縁が震えながら喘ぎ、よだれを垂らしていました。生き物の全身が、痙攣するようにうねり、脈打っています。細長い触手状の突起が、一本シリンダーの縁をつかみ、もう一本が宙に揺れていました。生きた火星人を見たことのない者には、その姿の奇怪な恐ろしさをほとんど想像できないでしょう。先端の尖った上唇を持つ、独特の V 字形の口、眉の隆起の欠如、くさび型の下唇の下に、顎がないこと、絶え間なく震え続けるその口、ゴルゴーンのように群がる触手、異質な大気の中で、肺が発する激しい呼吸音、地球の強い重力によって、明らかに重く苦しそうな動き。そして何よりも、巨大な目が放つ、異様なほどの強烈な輝き。それらは生命力に満ちながらも、激しく、非人間的で、歪んだ怪物的なものでした。この最初の遭遇、この最初の一別において、私はすでに、嫌悪と恐怖に圧倒されていたのです。突然、その怪物は姿を消しました。シリンダーの縁を越えて、穴の中へ転落したのです。大きな川の塊が、落ちるような鈍い音を立てて、奇妙なくぐもった叫び声が聞こえたかと思うと、すぐさまもう一体の生き物が、
開口部の深い闇の中に、ぼんやりと姿を現しました。私は向きを変え、夢中で走り出しました。90メートルほど先にある木立の最初の塊を目指して。だが、あの生き物たちから目を離すことができず、斜めによろめきながら走りました。若い松の木々とハリエニシダの茂みの中で立ち止まり、息を切らしながら次の展開を待ちました。砂取り場の周りの共有地には、私と同じように半ば魅了され、半ば恐怖に囚われた人々が点在し、あの生き物たちをじっと見つめていたのです。その時、新たな恐怖とともに、穴の縁で丸い黒い物体が上下に揺れているのが見えました。先ほど穴に落ちた店員の頭でした。肩と膝を持ち上げようとしているが、また滑り落ちていく。頭だけが見えている。そして突然、その姿が消えました。かすかな悲鳴が届いたような気がしました。引き返して助けに行こうという衝動が一瞬湧き上がりましたが、恐怖がそれを押しとどめたのです。火星人をちらりと目にしてから、一種の魔力が私の行動を縛り付けていました。ヒースの中に膝まで浸かったまま立ち尽くし、あの生き物たちを隠しているドモリをじっと見つめていたのです。穴に近づく勇気はなかったものの、中を覗き込みたいという激しい衝動を感じていました。そこで私は大きく弧を描くように歩き始め、何か見晴らしの良い場所を探したのです。一度、タコの腕のような細い黒い鞭が数本、夕焼けの空を横切ってさっと伸び、引っ込んでいきました。その後、細い棒が節ごとに伸び上がり、その先端に円盤状のものを掲げたのです。それはぐらぐらと揺れながら回転しています。あの中で、一体何が行われているのでしょうか。見物人の大半は、一箇所か二箇所に固まって集まっていました。私は近くにいた一人の男に声をかけました。近所の人間だとは分かっていましたが、名前は知りません。しかし、落ち着いて言葉を交わせるような状況ではありませんでした。なんて醜い化け物だ。と彼は言いました。なんてことだ。なんて醜い化け物だ。彼は何度もそれを繰り返していたのです。穴の中に人がいるのを見ましたかと、私は尋ねましたが、それには何も答えてはくれませんでした。私たちは黙り込み、しばらく並んで見守り続けました。互いの存在が、ある種の慰めになっていたように思います。夕暮れが宵闇へと移ろうまで、それ以上のことは何も起きませんでした。暗くなるにつれて、砂取り場のあたりで、ゆっくりとした断続的な動きが始まりました。黒い人影が2人、3人と、縦に並んで進んでは止まり、様子を伺ってはまた進み、そうしながら、薄く不規則な三日月型に広がっていきました。その弧の両端が、やがて穴を取り囲もうとしているように見えました。私もまた、穴の方へと歩み寄り始めたのです。その時、何人かの辻馬車の魚車や野獣馬が、砂取り場の中へ大胆に踏み込んでいくのが見え、蹄の音と車輪のきしむ音が聞こえてきたのです。そして、穴から27メートルほどのところで、ホーセルの方角から近づいてくる、小さな黒い人の塊が目に入りました。その先頭の人物が、白い旗を振っていたのでした。これが使節団だったのです。急ぎ協議が行われ、火星人は忌まわしい姿をしているとはいえ、明らかに知性ある生き物であるから、信号を送りながら近づくことで、こちらも知性を持つ存在だと示そうということになったのです。旗はひらひらと、右へ左へと翻りました。遠すぎて誰がいるのかは判別できませんでしたが、後になって、オグルビー、ステント、ヘンダーソンらが、
この行進の試みに加わっていたことを知りました。突然、閃光が走りました。穴の中から鮮やかな緑色の煙が3つの塊となって吹き出し、一つずつ順番に、静まり返った空気の中へ、まっすぐ立ち上っていきます。眩しい煙が吹き上がるたびに、頭上の深い青空も、チャートシー方面に広がる。茶色い共有地の霞んだ景色も、突然暗くなったように見え、同時に、かすかな音が聞こえてきました。穴の向こうには、白旗を先頭に立てた小さな人のくさび型の集団が、この異変に足を止めて、立ち尽くしていました。緑の煙が立ち上ると、彼らの顔が青白い緑色に照らし出され、煙が消えるとともに、また元の暗さに戻ります。やがてゆっくりと、あのかすかな音は、うなり声へと変わり、長く大きく、低く響く轟音に、ゆっくりと、丸みを帯びた何かの形が穴から浮かび上がり、光の束の幻影のようなものが、そこから揺らめき出ました。するとたちまち、本物の炎の閃光が、散らばった人々の集団から、次々と飛び移るように燃え上がりました。まるで目に見えない噴流が彼らに当たり、白い炎となって弾けるよう、一人一人が瞬時に火そのものへと変えられていくようでした。そして、彼ら自身の滅びの光の中で、私は彼らがよろめき倒れていくのを見たのです。後ろに控えていた者たちは、きびすを返して逃げ出しました。私はただ呆然と立ち尽くしていました。あの遠くの小さな群衆の中で、死が人から人へと飛び移っているのだと、まだ理解できていなかったのです。ほとんど音もなく、目を焼く閃光が走り、一人の男が前のめりに倒れて、そのまま動かなくなりました。目に見えない熱の光線が頭上を過ぎると、松の木々が次々と燃え上がり、乾いたハリエニシダの茂みはどれも、くぐもった一撃とともに、炎の塊と化します。そして遥か彼方、ナップヒルの方角に向かって、木々や生垣や木造の建物が次々と燃え立つ閃光が見えました。死をもたらす炎。その見えざる灼熱の剣は、恐るべき速さで、着実に周囲をなぎ払っていました。触れた茂みが閃光を放つのを見て、私はそれが自分に向かってくることに気づきましたが、あまりの驚きと呆然とした衝撃に、身動き一つできません。砂取り場で火がはぜる音が聞こえ、馬の甲高い悲鳴が上がったかと思うと、それもたちまち途絶えました。それからまるで、見えない、しかし灼熱の指が、私と火星人の間のヒースの茂みを一筋なぞったかと思うと、砂取り場の向こうに弧を描いて、暗い地面が煙を上げ、パチパチと焦げていきました。ウォーキング駅からの道が共有地へと開ける。遥か左手の方で、何かが轟音とともに倒れました。そして間もなく、あのシューシューという音も、ブーンといううなりもやみ、黒いドーム状の物体が、ゆっくりと穴の中へ沈んでいきました。これらすべてが、あまりにも瞬く間に起きたため、私は閃光に目をくらまされ、呆然と立ち尽くすばかり。もしあの死の光線が一周していたなら、不意をつかれた私は、必ずや命を落としていたでしょう。しかしそれは私を通り過ぎ、見逃してくれたのです。そして周囲の夜は、突然、暗く、見知らぬものへと変わっていました。うねるような共有地は今や、ほとんど漆黒に近い暗さに沈んでいます。ただ、夜に入ったばかりの深い群青の空の下、道だけが灰色に白く浮かび上がっていました。あたりは暗く、そして突然、人の気配が消えていました。火星人たちとその装置は、不安げに揺れ動く鏡を支える
あの細いマストを除いて、すっかり姿を消しています。あちこちの茂みの一角や、孤立した木々が、まだくすぶり、赤く燃えていました。そして、ウォーキング駅の方角にある家々は、静まり返った夕暮れの大気の中へ、炎の柱を立ち上らせていたのです。変わったものといえば、それだけでした。そして、言いようのない驚愕だけが残るばかりでした。白い旗を掲げた黒い点の小さな一段は、跡形もなく消し去られていたのです。夕暮れの静寂は、私の感覚では、ほとんど乱されることすらなかったように思えました。私は今、この暗い共有地の上に、無力で、無防備で、一人きりで立っているのだと、そのことが、突然意識に迫ってきました。そして、外から何かが降りかかってくるように、恐怖がやってきたのです。私は気力を振り絞って向き直り、ヒースの茂みの中を、よろめきながら走り出しました。私を捉えた恐怖は、理性的な恐れなどではありませんでした。火星人に対する恐怖だけでなく、あたりに満ちた薄闇と静寂そのものへのパニックに近い恐怖。それは私の気力をひどく奪い去り、私は子供のように声もなく泣きながら走っていました。一度向きを変えてからは、振り返る勇気など、どこにもなかったのです。あの時感じた奇妙な確信を、私は今でも覚えています。自分はもてあそばれているのだという確信です。もうすぐ安全な場所にたどり着こうとするその瞬間に、あのシリンダーの穴から、光の速さで迫る、あの謎めいた死が、私の背後に飛びかかってくる。そう思えてなりませんでした。第2章。火星人がいかにして人間をあれほど素早く、あれほど静かに殺すことができるのか。それは今なお驚嘆の的となっています。多くの人は、火星人が何らかの方法で、ほぼ完全な不動体の空間の中に強烈な熱を発生させ、それを未知の素材でできた、磨き上げられた放物面鏡によって、平行光線として投射しているのだと考えています。その仕組みがどうあれ、熱線こそがその本質であることは確かです。可視光ではなく、不可視の光として、それが触れるものは何であれ、燃えやすいものはたちまち炎を上げ、鉛は水のように溶け流れ、鉄は軟化し、ガラスは割れて溶け、水に当たれば爆発的に蒸気へと変わります。その夜、砂取り場のそばには、焼け焦げて原型をとどめぬ遺体が40人近く、星明かりの下に横たわっていました。そして夜通し、ホーセル共有地からメイバリーにかけての一帯は人気もなく、煌々と燃え続けていたのです。虐殺の知らせは、ほぼ同時刻にチョバム、ウォーキング、オター省へと届いたと思われます。ウォーキングでは、惨劇が起きた頃には、すでに商店が閉まっており、噂を聞きつけた人々が何人もホーセル橋を渡り、共有地へと続く道を歩いていました。そうした人々が2人、3人と連れ立って開けた場所へ出てくると、砂取り場の上で回転する鏡を興奮気味に眺め、ひそひそと話し合う小さな人だかりがあちこちに。使節団が壊滅した8時半頃には、火星人に近づいた者たちを除いても、300人以上の群衆が集まっていたかもしれません。警官も3人おり、そのうち1人は馬に乗っていて、ステントの指示のもと、人々を遠ざけようと懸命に努めていました。ステントとオグルビーは、衝突の可能性をあらかじめ見越して、火星人が姿を現すと、すぐにホーセルから兵営へ電報を打ち、一個中隊の派遣を要請していたのです。その後、二人は不運な前進を先導するために戻っていきました。群衆の目に映った彼らの最後の様子は、私自身の記憶とほぼ一致しています。3度の緑色の煙。低く響くうなり声。
そして炎の閃光。しかし、あの群衆は私よりもはるかに間一髪のところで助かったのです。ヒースの茂る砂の小丘が熱線の下部を遮ってくれたおかげで、彼らは命拾いをしました。もし放物面鏡の行角があと数メートル高かったなら、生き残って語れる者は一人もいなかったでしょう。群衆は閃光を目にし、人々が倒れるのを見ました。そして、まるで見えない手が白母の中を彼らに向かって急ぐかのように、茂みが次々と燃え上がっていきました。やがて、砂取り場のうなり声を突き抜けるような甲高い音とともに、光線が頭上すれすれをなぎ払い、道沿いに並ぶブナの木の梢を照らし、レンガを砕き、窓ガラスを叩き割り、窓枠に火をつけ、角地に最も近い家の切り妻の一部を崩れ落とさせたのです。木々が一斉に燃え上がり、ドンという鈍い衝撃音と、シューという蒸気の音と、まばゆい閃光が走った瞬間、恐慌に陥った群衆は、しばらくの間、右往左往しながら立ちすくんでいました。火花と燃える小枝が道路に降り注ぎ、一枚一枚の葉が炎の塊のように舞い落ちてきます。帽子や衣服に火が燃え移りました。その時、共有地の方から叫び声が上がりました。悲鳴と怒号が響き渡り、突然、騎馬警官が一人、頭の上で両手を組み合わせながら叫び声を上げて、混乱の中を馬で駆け抜けてきたのです。奴らが来る。と、一人の女性が金切り声を上げました。するとたちまち、誰もがウォーキングへ逃げ帰る道を切り開こうと、後ろの人を押しのけながら向きを変えました。まるで羊の群れのように、我を忘れての逃走。高い土手に挟まれた道が、狭く暗くなっているところで群衆が集まり、必死の争いが起きました。あの群衆の全員が逃げ延びたわけではありません。少なくとも3人。女性2人と小さな男の子が、そこで押しつぶされ、踏みにじられ、恐怖と闇の中に置き去りにされて、息絶えたのでした。私自身のことといえば、逃げる途中のことは、ほとんど何も覚えていません。木々にぶつかりながら、ヒースの茂みを踏み越えながら、ただ必死に走ったことだけが記憶に残っているのです。あたりには火星人の見えない恐怖が迫り、あの容赦ない熱線の剣が頭上でうなりを上げながら振り回され、今にも振り下ろされて私の命を断ち切ろうとしているように感じられたのでした。私は交差点とホーセルの間の道に出て、そのまま交差点まで走り続けたのです。やがて、もうこれ以上は走れなくなってしまいました。激しい感情と闘争の疲労で、体が限界に達し、私はよろめいて、ガス工場のそばの運河にかかる橋の近くで、道端に倒れ込んだのです。そのまま地面に伏して、動けなくなったのでした。しばらくの間、私はそこに座り込んでいたに違いありません。やがて体を起こすと、不思議なほど呆然とした気持ちになっていました。あれほどの恐怖が、まるで脱ぎ捨てた衣のように、すっかり消え去っていたのです。ほんの数分前まで、私の前には3つの現実しか存在しませんでした。夜と宇宙と自然の広大さ、自分自身の無力さと苦悩、そして迫り来る死。ところが今は、何かがひっくり返ったかのように、物の見え方が突然変わっていました。私はいつもの自分、ごく普通の、まともな市民に戻っていたのです。静まり返った共有地も、逃げ出した衝動も、燃え上がる炎も、まるで夢の中の出来事のように感じられました。あれらは本当に起きたことだったのだろうか、と自問しました。どうしても信じられずにいたのです。私は立ち上がり、橋の急な坂道をよろめきながら登っていきました。
アーチの向こうから頭が現れ、カゴを担いだ一人の労働者の姿が見えてきました。その傍らを小さな男の子が走っています。男は私の横を通り過ぎながら、おやすみなさいと声をかけてくれました。私は意味のないうめき声で挨拶を返し、橋を渡り続けたのです。メイバリーのアーチの上を、一本の列車が南へと飛ぶように走り抜けていきました。白い煙が日明かりに照らされてうねり立ち、明かりのついた窓が長い芋虫のように連なっています。オリエンテルテラスと呼ばれる、切妻屋根の可愛らしい家並みの一軒の門のところで、ぼんやりとした人の群れが話し込んでいました。何もかもがあまりにも現実的で、見慣れた光景でした。そして、あの背後に残してきたもの。あれは狂気の沙汰。荒唐無稽な幻だったのでしょうか。そんなことが起こるはずはない、と、私は自分に言い聞かせていました。私はその人々の輪のところで足を止めました。共有地の様子はどうですかと、私は尋ねてみたのです。門のところには、男が二人と、女が一人立っていました。えと、一人の男が振り向きながら言いました。共有地の様子はどうですかと、私は繰り返したのです。さあね、私にはさっぱりわかりませんよ。と男は、すげなく答えました。共有地のことで、みんな随分騒いでるのね、と、門のところにいた女性が言いました。一体何なの？火星から来た人たちのことを聞いていませんか？と私は言いました。火星の生き物のことを、もう十分聞いたわよ、と、門の女性は言いました。ありがとう。そして三人とも笑い声を上げました。私は馬鹿にされたような、腹立たしい気持ちになりました。自分が見たものを彼らに話そうとしましたが、うまく言葉にできません。しどろもどろになった私を見て、彼らはまた笑いました。もっと話が聞こえてくるはずですよ。と私は言い残して、家へと向かいました。玄関口に現れた私の姿に、妻はぎょっとしました。それほど私は憔悴していたのです。食堂に入り、椅子に腰を下ろして葡萄酒を飲み、ようやく気持ちを落ち着かせてから、見てきたことを妻に話しました。夕食は冷たいものが用意されていましたが、私が話している間中、テーブルの上に手つかずのまま残されていました。一つだけ言えることがある、と、私は、自分が引き起こした恐怖を和らげようとして言いました。あれほど緩慢な動きの生き物は見たことがない。穴の中に留まって近づく人間を殺すことはできても、穴の外には出られないはずだ。でも、あの恐ろしさと言ったら、やめて、あなた、と、妻は眉を潜め、私の手に自分の手を重ねながら言いました。かわいそうなオグルビー。と私は言いました。あそこで死んでいるかもしれないなんて、妻は少なくとも、私の体験を信じられないとは思いもしなかったのです。彼女の顔が死人のように白くなっているのを見て、私は話すのをピタリとやめました。その生き物たちが、ここへ来るかもしれない、と、妻は何度も繰り返して言いました。私は妻に葡萄酒を勧め、安心させようとしました。ほとんど動けないんだ、と、私は語りかけたのです。そして、火星人が地球に定着することの不可能さについて、オグルビーが語っていたことを繰り返し、妻と自分自身を慰めようとしたのです。とりわけ、重力の問題を強調しました。地球の表面では、重力が火星の3倍あります。したがって火星人は、筋力は同じままで、体重だけが3倍になってしまう。自分の体が鉛の重荷となって押しかかるわけです。
これが当時の一般的な見解でした。翌朝、タイムズ紙もデイリーテレグラフ紙もこの点を強調しましたが、両紙とも私と同様に、二つの明らかな修正要因を見落としていました。地球の大気に含まれる豊富な酸素の活力増強効果と、火星人が持つ機械的な知性が、いざとなれば筋力による労働を十分に代替できるという事実です。しかし、その時の私は、そうした点を深く考えていませんでした。ですので、侵略者たちの勝ち目についての私の判断は、全く的外れなものでした。ワインと食事、自分の食卓がもたらす安心感、そして、妻を落ち着かせなければならないという必要性が重なって、私はいつの間にか勇気と安堵感を取り戻していたのです。奴らは愚かなことをしたものだ、と。私はワイングラスを指でなぞりながら言いました。危険なのは、おそらく恐怖で正気を失っているからだろう。生き物がいないと思っていたのかもしれない。少なくとも、知性ある生き物などいないと。最悪の場合、砲弾を一発穴に撃ち込めば、奴らは全滅する。あの夕食の食卓の光景は、今でも驚くほど鮮明に目に浮かびます。ピンクのランプシェードの下から、心配そうにこちらを見つめる愛しい妻の顔。銀器とガラスの食器が並んだ白いテーブルクロス。グラスの中のシンクのワイン。それらはまるで写真のように、くっきりと記憶に刻まれています。食事の終わりに私はタバコを吸いながらナッツをつまみ、オグルビーの無謀さを惜しみ、火星人たちの近視眼的な臆病さを批判していました。モーリシャス島の立派な堂々鳥が巣の中で威張り散らし、食料を求めて上陸してきた無慈悲な船乗りたちの到来について論じていたようなもの。明日くちばしでついてやっつけてやろう、お前たち。とでも言いながら、その時の私には知る由もなかったのですが、あれが、長く奇妙で恐ろしい日々が続く前の、最後の文明的な夕食だったのです。あの金曜日に起きた数々の奇妙で驚くべき出来事の中で、私が最も不思議に思うのは、私たちの社会秩序の日常的な習慣と、やがてその秩序を根底から覆すことになる一連の出来事の始まりとが、いかに巧みに噛み合っていたかということです。シリンダーのことは、もちろん多くの人が耳にしており、暇な時間に話題にしていました。しかしそれは、ドイツへの最後通牒のような衝撃を与えるものでは、決してありませんでした。その夜のロンドンでは、ネジが外されていく様子を伝えるヘンダーソンの電報は、デタラメだと判断されたのでした。夕刊紙は彼に確認の電報を打ちましたが、返事がなく、彼はすでに死んでいました。号外を出さないことに決めたのです。8キロ圏内でさえ、大多数の人々は全く動じていませんでした。地域のあちこちで、人々は夕食を楽しんでいたのです。働く男たちは、一日の労働を終えて、庭仕事に精を出し、子供たちは寝かしつけられ、若い恋人たちは小道をそぞろ歩き、学生たちは書物に向かっていました。働き、食べ、飲み、眠るという日々の営みは、幾千年もそうであったように続いていたのです。まるで空に火星などという惑星が存在しないかのように。ウォーキングジャンクション駅では、夜遅くまで列車が発着を繰り返し、側線では入れ替え作業が行われ、乗客たちが降りたり待ったりしていました。何もかもが、ごく普通の様子で進んでいたのです。町の少年が勇敢を売り歩き、貨車のぶつかり合う金属音、構内から響く機関車の甲高い汽笛、そして、火星から来た男たちだ、という少年の叫び声が入り混じっていたのです。9時頃になると、信じがたい知らせを携えた興奮した男たちが駅に飛び込んできましたが、
それが引き起こした騒ぎは、酔っ払いが暴れるのと大差ありません。ロンドンへ向かう列車の乗客たちは、車窓の外の闇を覗き込みました。しかし見えたのは、ホーセルの方角から舞い上がる、まばらでチラチラと揺れてはすぐ消える火花と、赤い光の照り返し、そして、星空を横切る薄い煙の幕だけ。荒れ地の火事が起きているのだろう。それ以上のことではあるまい。人々はそう思っていたのです。チョバム橋とホーセル橋の両方に、好奇心旺盛な群衆が落ち着きなくたむろしていました。人は入れ替わっても、群衆そのものはそこに留まり続けていました。後になって分かったことですが、一人か二人の冒険好きな者が闇の中へ踏み込み、火星人のすぐそばまで這い寄ったようです。しかし彼らは二度と戻りませんでした。軍艦の単焦塔のような光線が、時折、共有地をなぐように走っていたのです。熱線はいつでも放てる状態で待ち構えていました。そうした者たちを除けば、広大な共有地は静まり返り、荒涼とした夜、炭化した遺体が一面に横たわったまま、その夜も、そして翌日も、星空の下に放置されていました。穴の中から金槌を打つような音が聞こえてくるのを、多くの人が耳にしていたのです。これが、金曜日の夜の状況でした。その平和な世界の中心には、毒矢のように、我々の古い惑星、地球の皮膚に突き刺さった、あのシリンダーがありました。しかし毒は、まだほとんど作用していませんでした。その周囲には、静まり返った共有地が広がり、ところどころでくすぶり続け、ところどころに黒ずんだ物体がいくつか、ぼんやりとした輪郭で、ねじれた姿勢のまま横たわっていました。その外側には、興奮の輪が広がっていましたが、その輪よりも遠くへは、まだ炎症は及んでいませんでした。世界の残りの部分では、生活の流れが、太古の昔から変わらぬままに流れ続けていたのです。やがて静脈と動脈を詰まらせ、神経を麻痺させ、脳を破壊するであろう戦争の熱病は、まだ発症してはいませんでした。夜通し、火星人たちは眠ることなく、疲れを知らず、製造中の機械に向かって打ち続け、かき混ぜ続けていたのです。そして折に触れ、緑がかった白い煙の塊が、星明かりの空へと、渦を巻きながら立ち上っていくのでした。11時頃、一個中隊の兵士たちがホーセルを通り抜け、共有地の縁に沿って展開し、包囲線を形成したのです。その後、もう一個中隊がチョバムを通って行進し、共有地の北側に展開しています。インカーマン兵営からは、数名の将校が昼間のうちに共有地へ来ており、そのうちの一人、イーデン少佐が行方不明と報告されていました。連隊長はチョバム橋まで来て、真夜中に群衆への聴取に追われていたのです。軍当局は確かに、この事態の深刻さを認識していました。翌朝の新聞が伝えるところによれば、11時頃、一個騎兵中隊と2門のマキシム機関銃、そして、カーディガン連隊の約400名が、アルダーショットを出発したとのことでした。真夜中を数秒過ぎた頃、ウォーキングのチャートシー街道に集まっていた群衆は、一つの星が天から落ちて、北西の松林へと消えていくのを目撃しました。それは緑がかった色をしており、夏の稲妻のような静かな閃光を放ちながら、これが第二のシリンダーだったのです。土曜日のことは、不安の一日として、私の記憶に刻まれています。だるさに満ちた一日でもありました。蒸し暑く息苦しい天気で、気圧計が激しく変動していたと、後から聞いたのです。妻は何とか眠ることができたようでしたが、私はほとんど眠れず、早くに起き出しました。朝食の前に庭へ出て、じっと耳を澄ませていましたが、共有地の方角からは、
ひばりの声以外、何も聞こえてきませんでした。牛乳屋はいつも通りやってきました。荷車のガタガタという音が聞こえたので、私は横の門まで回って、最新の情報を尋ねたのです。彼が言うには、夜のうちに火星人は軍隊に包囲され、大砲が到着する見込みだとのこと。その時、馴染み深い、安心させてくれる音が、ウォーキングへ向かう列車の走る音が聞こえてきたのです。できることなら、殺さずに済ませるつもりらしいですよ、と牛乳屋は言いました。私は隣人が庭仕事をしているのを見かけ、しばらく話してから、朝食のために家へ戻りました。全く平穏な朝だったのです。隣人は、軍隊が今日中に火星人を捕らえるか、さもなくば倒すことができるだろうという意見でした。近づきにくくしているのが残念ですね、と彼は口にしました。別の惑星でどんな暮らしをしているのか、知ることができたら面白いのに、学べることが一つや二つはあるかもしれない。彼はフェンスのところまで来て、一握りのイチゴを差し出してくれました。庭仕事への熱心さと同じくらい、気前のいい人だったのです。その時彼は、バイフリートゴルフリンクス周辺の松林が燃えたことも話してくれたのでした。彼は手を休め、声を低くして、こう続けたのです。あそこにもまたあの忌々しいものが落ちてきたそうですよ。二つ目だとか。でも一つで十分でしょうに。あれこれ片付くまでに、保険会社は随分な出費になりますな。そう言いながら、いかにも愉快そうに笑いました。森はまだ燃えているとのことで、煙の霞を指さして教えてくれました。それから、かわいそうなオグルビーのことを話し始め、急に真剣な顔つきに、朝食を済ませると、仕事をする気にもなれず、共有地の方へ歩いてみることにしました。鉄道橋の下に来ると、兵士の一団がいました。公兵だったと思います。運河を渡ることは誰にも許可されていないと彼らは言い、橋の方へ続く道を目で追うと、カーディガン連隊の兵士が一人、保証に立っているのが見えました。しばらくその兵士たちと話をしました。前の晩に火星人を目撃したことを話すと、彼らは誰一人として火星人を見ておらず、ごく漠然とした印象しか持っていないようで、次々と質問を浴びせてきました。熱戦のことを説明すると、彼らは互いに議論を始めたのです。俺なら、物陰を張って近づいて、一気に突撃するね、と一人が言いました。バカ言え、と別の一人が言いました。この熱に物陰が何の役に立つんだ。丸焼きになるだけだぞ。やるとしたら、地面が許す限り近づいて、塹壕を掘るしかない。塹壕なんてくだらん。お前はいつも塹壕だな。ウサギに生まれてくりゃよかったのに。スニッピー。そいつら、首はないのか、と、三人目が唐突に言いました。パイプをくわえた、小柄で物思いに沈んだような、浅黒い男でした。私はもう一度、説明を繰り返しました。タコだよ、と彼は言いました。俺はそう呼んでる。人間を釣る漁師なんて話があるが、今度は、魚が人間を釣る番ってわけだ。あんな化け物を殺すのは、人殺しにはならねえさ、と、最初の一人が言いました。だったら、なんでさっさと砲撃して片付けちまわないんだ、と、小柄な黒髪の男が言いました。あいつらが何をしでかすか、わかったもんじゃない。砲弾はどこにあるんだ、と最初の男が続けました。そんな時間はない。一気に突っ込んで、すぐにやっつけるのが俺の考えだ。そんな風に彼らは議論を続けていました。しばらくして私はその場を離れ、鉄道の駅へ向かい、朝刊をできるだけ多く買い求めたのです。しかし、その長い午前中と、さらに長い午後の様子を
読者に詳しく語るのは控えることにします。共有地を一目見ようとしたのですが、ホーセルもチョバムも、教会の塔まで軍の管轄下に置かれていて、近づくことすらできませんでした。話しかけた兵士たちは何も知らず、将校たちは忙しい上に、口が固かったのです。町の人々は、軍の存在によって、すっかり安心を取り戻しているようでした。そして私はそこで初めて、タバコ屋のマーシャルから、彼の息子が、共有地で死んだ者たちの中にいると聞かされました。兵士たちは、ホーセルの外れに住む人々に、家に鍵をかけて立ち退くよう命じていました。昼食のために戻ったのは2時頃で、私はひどく疲れていたのです。先ほど申し上げたように、その日は非常に暑くて蒸し暑かったので、午後には冷水浴をして気分を取り戻しました。4時半頃、私は夕刊を買いに駅へ出かけました。朝刊には、ステント、ヘンダーソン、オグルフィー、そして他の人々が殺された経緯が、ひどく不正確な形でしか載っていなかったからです。しかし、私がすでに知らないことはほとんどありませんでした。火星人は自分たちの姿を一切見せず、穴の中で何かに忙しそうにしていました。金属を叩く音が聞こえ、ほぼ絶え間なく煙の帯が立ち上っていたのです。どうやら彼らは戦いの準備を着々と進めているようでした。信号を送る試みが新たに行われたが、成果はなかった。というのが新聞の決まり文句でした。ある公兵が教えてくれたところによると、長い棒に旗をつけた男が、溝の中でそれをやっているのだそうです。火星人は、そうした働きかけを、牛の鳴き声でも聞くように、全く意に介してはいませんでした。この物々しい軍備の光景、これほどの戦争準備を目の当たりにして、私は大いに興奮せずにはいられませんでした。想像力は好戦的な色彩を帯び、頭の中で侵略者を幾通りもの鮮やかな方法で打ち破ったものです。少年時代に夢見た戦いと英雄譚の記憶が、不意に蘇ってきたのでした。あの頃の私には、これがとても公平な戦いとは思えませんでした。火星人たちは、あの穴の中でひどく無力に見えたのです。3時頃になると、チャートシーかアドルストーンの方角から、砲声が一定の間隔を置いて響き始めました。第二のシリンダーが落下してくすぶり続けている松林を、開港する前に破壊しようと砲撃されているのだと、後になって知りました。しかし野砲がチョバムに到着し、最初の火星人の集団に向けて使用できるようになったのは、5時頃のことです。夕方6時頃、私は妻とサマーハウスでお茶を飲みながら、今まさに迫りつつある戦いについて、熱心に語り合っていました。すると、共有地の方から、くぐもった爆発音が聞こえ、すぐさま激しい銃声が続きました。その直後、ごく近くで激しい轟音が炸裂し、地面が揺れたのです。私は芝生へ飛び出しました。見ると、オリエンタルカレッジ周辺の木々の梢が赤い煙を上げて燃え上がり、傍らの小さな教会の塔が崩れ落ちていくところでした。モスクの戦闘は跡形もなく消え、カレッジ本館の屋根は100トン砲でも撃ち込まれたかのようなありさまです。私の家の煙突の一本が砲弾でも当たったかのようにひび割れ、吹き飛んで、破片が屋根瓦の上をガラガラと転がり落ち、書斎の窓際の花壇に赤い瓦礫の山を作りました。私と妻は呆然と立ち尽くしました。そしてその時、オリエンタルカレッジが消え去った今、我が家が火星人の熱線の射程に入ったことに気づいたのです。私はとっさに妻の腕をつかみ、有無を言わさず道路へと引っ張り出しました。それから使用人を呼び出し、彼女がしきりに求めていた箱は、自分が2階へ取りに行くと告げたのです。ここにはとてもいられない。
と私は言いました。その言葉と同時に、共有地の方から砲撃の音がまた一瞬響いてきたのです。でも、どこへ行けばいいのと、妻は怯えた声で口にしました。私は困惑しながら考え込んでいました。その時、レザーヘッドにいる妻のいとこたちのことを思い出したのです。レザーヘッドだ。と、私は突然の砲声に負けじと叫びました。妻は私から目を離し、坂の下を見やりました。近所の人々が家から出てきて、驚いた様子で立っています。レザーヘッドへはどうやって行くのと、妻は尋ねました。坂の下を見ると、一軍の騎馬兵が鉄道橋の下を駆け抜けていくのが見えたのです。三人はオリエンタルカレッジの開いた門を通って駆け込み、残りの二人は馬を降りて、家から家へと走り回っていました。木々の梢から立ち上る煙を透かして差し込む太陽は、血のように赤く、あたり一面に不気味な不吉な光を投げかけていたのです。ここにいなさい、と私は言いました。ここは安全だ。そして私は、すぐにスポッテッドドッグ邸へと走り出しました。あの主人が、馬と二輪馬車を持っていることを知っていたからです。丘のこちら側にいる人々が、皆すぐに動き出すだろうと察し、私は急いだのです。主人は酒場の中にいて、家の裏で何が起きているか、全く知らない様子でした。一人の男が、主人に背を向けて立ち、何か話しかけていたのです。1ポンドいただかないと主人は言っていました。それに、業者がいないんですよ。私が2ポンド出しましょう。自分で手綱を握りますから、と、私はその男の肩越しに言いました。何のために。真夜中までには返します。と私は言いました。おやおや、と主人は言いました。そんなに急いでどうするんです？ 2 ポンドで、しかも返してくれる？一体何が起きているんですか？私は急いで事情を説明し、家を離れなければならないと告げて、馬車を確保しました。その場で馬車を引き取り、道を走らせて妻と使用人に預けると、家に駆け込んで貴重品を急いで荷造りしました。銀食器など、持てるものをまとめたのです。その間にも、家の下のブナの木が燃え上がり、道沿いの柵が赤く輝いていました。こうして荷物をまとめていると、下馬した騎兵の一人が走ってきました。家から家へと回り、人々に避難を促していたのです。私がテーブルクロスに包んだ荷物を抱えて玄関から出てきたとき、彼はすでに先へ進もうとしていました。私は後ろから叫びました。何があったんですか？彼は振り返り、じっと見つめ、皿の蓋みたいなものの中から這い出してきた。と何か怒鳴ると、丘の頂上にある家の門へと走り去りました。突然、黒い煙の渦が道を横切って流れ、一瞬彼の姿を隠したのです。私は隣家のドアに駆け寄り、すでに知っていたことを確かめるために叩きました。隣人は妻と共にロンドンへ行き、家に鍵をかけていたのです。約束通り再び家に入り、使用人の荷物箱を取り出して、馬車の後部にいる彼女の隣へ置きました。それから手綱を取り、妻の隣の御車席に飛び乗りました。もう一瞬後には、私たちは煙と喧騒を抜け出し、メイバリーヒルの反対側の坂を、オールドウォーキングで向かって勢いよく駆け下りていたのです。目の前には、穏やかな陽光に満ちた風景が広がっていました。道の両側には麦畑が続き、看板を揺らすメイバリー邸が見えてきたのです。前方には医者の馬車も見えます。丘のふもとまで降りたところで、私は振り返り、今しがた離れてきた丘の斜面を眺めました。黒い煙の太い筋が赤い炎の糸を絡ませながら、
静まり返った空へと立ち上り、東側の緑の梢に暗い影を落としていました。煙はすでに東西へと遠く広がり、東はバイフリートの松林まで、西はウォーキングまで達していたのです。道には、こちらへ向かって走ってくる人々の姿が、点々と見えました。そして今や、遠くかすかになりながらも、熱気を帯びた静かな空気を通して、はっきりと聞こえてきたのは、機関銃のうなり声でした。それはやがてやみ、続いて断続的な小銃の射撃音が響いたのです。どうやら火星人たちは、熱線の届く範囲にあるものすべてに火を放っているようでした。私は魚者として熟練しているわけではなく、すぐに馬の操縦へ注意を向けなければなりませんでした。再び振り返った時には、二つ目の丘が黒煙を隠してしまっていました。私は無知で馬を撃ち、ウォーキングと鮮度が私たちとあの震える混乱の間に入るまで、手綱を緩めたまま走らせたのです。ウォーキングと鮮度の間で、私は医者の馬車に追いつき、追い越しました。メイバリーヒルからレザーヘッドまでは、およそ20キロほどの道のりです。ピルフォードを過ぎた先の豊かな牧草地を抜けると、干し草の香りが漂ってきました。道の両側の生垣は、無数の野原で彩られ、甘い香りを放っています。メイバリーヒルを下りながら走っている最中に、激しくなっていた砲撃の音は、始まった時と同じくらい唐突に止み、夕暮れの静けさが戻ってきました。私たちは、何事もなくレザーヘッドへ到着しました。時刻は9時頃のことです。馬を1時間ほど休ませている間に、私はいとこたちと夕食をとり、妻のことをよろしく頼むと言い残しました。妻は馬車での道中、不思議なほど無口で、何か悪いことが起きるという予感に押しつぶされているようでした。私は妻を安心させようと話しかけ、火星人たちはその重さゆえに穴の中に縛り付けられており、せいぜい少し這い出るくらいしかできないのだと説明しました。しかし妻は、一言二言しか返しませんでした。宿の主人への約束がなければ、妻はきっとその夜、レザーヘッドに泊まるよう、私を説き伏せようとしたことでしょう。あの時そうしていれば、どれほど良かったか。別れ際の妻の顔は、今でも覚えていますが、ひどく青ざめていました。私自身は、その日一日中、熱に浮かされたような興奮状態にありました。文明社会に時折流行する戦争熱のようなものが血の中に入り込んでいて、心の奥では、その夜メイバリーへ戻らなければならないことを、それほど残念には思っていませんでした。あの最後の一斉射撃の音が、火星からの侵略者たちの全滅を意味するのではないかと、むしろ恐れていたほどです。私の心境を一言で言い表すなら、最後の瞬間に立ち会いたかった、ということになるでしょう。帰路に着いたのは、もう11時近くのこと。夜は思いがけないほど暗く、明るい廊下から外へ出た私には、まるで漆黒の闇のように感じられました。昼間と変わらぬ蒸し暑さで、空気は重くよどんでいたのです。頭上では、雲が早く流れていましたが、周囲の低木を揺らす風は全くありませんでした。いとこの家の使用人が、両方のランプに火を入れてくれました。幸い、私はその道を隅々まで知っていたのです。妻は玄関の明かりの中に立ち、私が二輪馬車に飛び乗るまで見送ってくれました。それから不意にきびすを返して中へ入り、いとこたちが二人並んで道中の無事を祈ってくれる中、姿を消したのです。最初のうちは、妻の不安が伝染して、少し気がめいっていました。しかし、すぐに思いは火星人のことへと戻っていきました。その時点では、その夜の戦闘がどのように展開したのか、
私には全く分かっていませんでした。衝突を引き起こした経緯さえ知らなかったのです。オッカムを通り抜けると、西の地平線に血のように赤い光の帯が見え、近づくにつれて、それはゆっくりと空へ這い上がっていきました。迫り来る雷雨の雲が、黒と赤の煙の塊と入り混じっていました。リプリーの通りは人気がなく、ところどころに明かりの灯った窓が見えるだけで、村には生きている気配がほとんどありませんでした。ピルフォードへ向かう道の角で、背中を向けた人々の一団に危うくぶつかりそうになりましたが、彼らは私が通り過ぎても何も言いません。丘の向こうで何が起きているか、彼らがどこまで知っていたのかはわかりませんでした。また、道沿いに並ぶ静まり返った家々が安らかに眠っているのか、それとも人が去って空っぽになっているのか、あるいは夜の恐怖に怯えながら見張りを立てているのか、それも私には知る由がありませんでした。リプリーからピルフォードを抜けるまで、私はウェイ川の谷間を走っていたため、赤い光の照り返しは見えませんでした。ピルフォード境界を過ぎた小さな丘を登りきると、再びあの赤い輝きが視界に入ってきたのです。周囲の木々が迫り来る嵐の最初の予兆に揺れています。その時、背後のピルフォード境界から真夜中を告げる鐘の音が響き渡り、やがてメイバリーヒルのシルエットが浮かび上がってきたのです。その梢と屋根が赤い空を背景に黒く鋭く切り取られていました。その光景を目にした瞬間、不気味な緑色の閃光が道を照らし、アドルストーン方面の遠い森を浮かび上がらせたのです。手綱がぐいと引かれる感触。見上げると、立ち込める雲が一筋の緑の炎に貫かれ、その混沌を一瞬照らし出しながら、左手の野原へと落ちていきました。三つ目の流れ星でした。その出現とほぼ同時に、対比によって目がくらむほどの紫色の稲妻が走り、集まりつつあった嵐の最初の雷光が踊り狂ったのです。頭上で雷鳴が花火のように炸裂し、馬は口にくわえた靴輪を噛み締め、一気に駆け出しました。メイバリーヒルのふもとへと向かう緩やかな下り坂を、私たちは轟音を立てながら駆け下りていったのです。稲妻が走り始めると、それはこれまで見たことがないほどの速さで、次々とひらめき続けます。雷鳴は一つが終わらぬうちに次が重なり、奇妙なバチバチという音を伴いながら、通常の爆発的な轟音というよりも、巨大な電気機械が動いているような響きでした。明滅する光は目をくらませ、方向感覚を奪います。坂を駆け下りる私の顔に、細かい氷が突風とともに容赦なく叩きつけてきました。最初のうち、私はただ目の前の道だけを見ていました。しかし不意に、メイバリーヒルの向こう側の斜面を何かが猛烈な速さで下ってくるのに気づき、視線が釘付けに。最初は濡れた屋根かと思いましたが、稲妻が次々とひらめくたびに、それが激しく転がるように動いているとわかりました。捉えどころのない幻影です。一瞬の暗闇の後、昼間のような閃光の中に、丘の頂上近くの孤児院の赤い建物、松の木々の緑の梢、そして、その正体不明の物体が、くっきりと鮮明に浮かび上がりました。私が目にしたもの。どう言葉にすればいいのでしょう。それは、巨大な三脚戦闘マシンでした。多くの家屋よりも高く、若い松の木々をまたぎ越えながら、行く手の木々をなぎ倒して進んでいます。きらめく金属でできた歩行機械が、ヒースの荒野を大股で渡り、鋼鉄の関節を持つ腕が幾本もぶら下がり、その通過の轟音が、雷鳴の方向と入り混じっていました。閃光が走るたびに、鮮明に姿を現すのです。
二本の足を宙に浮かせて片側に傾いたかと思うと、次の瞬間には消え、また次の閃光の中に、90メートルほど近くに再び現れます。搾乳用の腰掛けを傾けて、地面に激しく転がしたところを想像してみてください。あの瞬間的な閃光が与えた印象は、まさにそのようなもの。ただし、搾乳用の腰掛けの代わりに、三脚台の上に乗った巨大な機械の塊を思い描いてください。するとその時、前方の松林の木々が、人が押し分けて進む際に足が割れるように、パッと左右に開きました。木々は根元からへし折られ、前方へ吹き飛ばされ、二体目の巨大な三脚戦闘マシンが、こちらへ向かって突進してくるかのように姿を現したのです。そして私は、それに向かって全力で馬を飼っていました。二体目の怪物を目にした瞬間、私の神経は完全に崩れ去りました。もう一度確かめる余裕もなく、馬の頭を力任せに右へ引くと、次の瞬間には、二輪馬車が馬の上に倒れ込み、車軸が激しい音を立てて砕け、私は横ざまに投げ出されて、浅い水たまりの中に重く叩きつけられました。私はほとんど即座に這い出し、足をまだ水の中に浸したまま、ハリエニシダの茂みの下にうずくまりました。馬は動かなくなっていました。首の骨が折れていたのです。哀れな獣め。そして、稲妻の閃光の中に、ひっくり返った二輪馬車の黒い塊と、まだゆっくりと回り続けている車輪のシルエットが見えました。次の瞬間、あの巨大な機械が大股で私のそばを通り過ぎ、ピルフォードへ向かって丘を登っていきました。間近で見ると、あの物体は信じがたいほど奇妙でした。ただ無感覚に突き進む機械などではなかったのです。確かに機械ではありました。金属的な響きを立てながら歩を進め、長くしなやかに輝く触手を、そのうちの一本は若い松の木を掴んでいました。奇妙な胴体の周りに振り回し、ガチャガチャと音を立てていました。それは、進みながら自ら道を選び、頂部に据えられた真鍮色の頭巾が、まるで頭があたりを見回しているかのように、左右に動いていました。主要な胴体の後ろには、巨大な漁師のカゴのような白い金属の塊がぶら下がっており、怪物が私のそばを通り過ぎる際、獅子の継ぎ目から緑色の煙が吹き出していました。そして瞬く間に、それは消えていきました。稲妻のちらつきの中で、眩しいほどの光と濃い黒い影の中で、私がその時見たのはそれだけでした。すべてがぼんやりとしていましたが、通り過ぎる際、それは雷鳴をもかき消すほどの歓喜に満ちた、耳をつんざく遠吠えを上げました。あるー、あるー。そして次の瞬間には、1キロほど先で仲間と合流し、野原の何かの上にかがみ込んでいました。野原のあの物体が、火星から私たちに向けて発射された10本のシリンダーのうちの3本目であることは、疑いの余地がありませんでした。しばらくの間、私は雨と闇の中に横たわり、断続的な光の中で、遠くの生垣の向こうを動き回る、あの金属の怪物たちを見つめていたのです。細かい氷が降り始め、それが降ったり止んだりするたびに、怪物たちの姿は霞んでは、また鮮明に浮かび上がりました。時折、稲妻が途切れると、夜の闇がそれらを飲み込んでしまうのでした。氷が上から降り注ぎ、水たまりの泥水が下から染み込んで、私はずぶ濡れになっていたのでした。呆然自失の状態から抜け出し、もう少し乾いた場所を求めて、土手を這い上がれるようになるまで、しばらく時間がかかったのです。自分が差し迫った危険の中にいることを、まともに考えられるようになるまでも。
すぐ近くに小さな一間切りの粗末な木造小屋がありました。周囲にはじゃがいも畑が広がっています。私はようやく立ち上がり、身をかがめながら物陰を利用して走ったのです。扉を叩きましたが、中に人がいたとしても気づいてもらえませんでした。しばらく叩き続けた後、諦めました。そして溝を伝い、巨大な機械たちに気づかれないよう這い進んで、メイバリーへと続く松林の中へ逃げ込むことに成功したのです。松林の影に隠れながら、濡れて震えつつ、自分の家へと向かいました。暗闇の中で小道を探しながら、木々の間を歩きました。林の中は、本当に真っ暗だったのです。稲妻はもう魔導になっていましたし、滝のように降り注ぐ氷が、重い羽村の隙間から柱のように落ちてきていました。あの夜に見たすべての出来事の意味を完全に理解していたなら、私はすぐにバイフリートを迂回して、ストリートコバムへ向かい、レザーヘッドで妻と合流すべきでした。しかしあの夜は、周囲の異様な光景と肉体的な疲弊が、私の判断を狂わせていました。体中に内身を負い、疲れ果て、皮膚まで濡れすき、嵐の轟音で耳は聞こえず、目もくらんでいたのです。自分の家へ帰るという漠然とした考えだけが私を動かしていました。それ以上の動機はありませんでした。木々の間をよろめきながら進み、溝に落ちて板に膝をぶつけ、やがてカレッジアームズから下る小道へと、水しぶきを上げながら飛び出しました。水しぶきと言ったのは、嵐の雨水が砂を押し流しながら泥の濁流となって、丘を下っていたからです。その暗闇の中で、一人の男が私に突き当たり、私はよろめいて後ろへ弾き飛ばされたのです。男は、恐怖の叫び声を上げ、横へ飛びのくと、私が言葉を発する間もなく走り去ってしまいました。嵐の猛威はちょうどその場所で最も激しく、丘を登るのに私は大変な苦労を強いられたのです。左手の柵に身を寄せ、その杭に沿って少しずつ進んでいきました。頂上近くで何か柔らかいものに足を取られました。稲妻の閃光が走り、足元に黒い厚地の布の塊と一足の靴が見えたのです。男がどのような姿勢で倒れているか確かめる間もなく、光はすぐに消えてしまいます。私は次の閃光を待ちながら、その場に立ち尽くしました。次の光が走った時、見えたのはがっしりとした体格の男で、安物ではあるが、粗末ではない服を着ていました。頭は体の下に折れ曲がり、まるで激しく柵に叩きつけられたかのように、柵のすぐそばで折り重なって倒れていたのです。死体に触れたことなど一度もなかった私は、自然と湧き上がる嫌悪感を抑えながら身をかがめ、男を仰向けにして心臓を確かめました。男はすでにこと切れていました。首の骨が折れているようです。三度目の稲妻が光り、その顔が目の前に浮かび上がりました。私は思わず飛びのいたのです。それは、私が馬車を借りたスポッテッドドッグ邸の主人でした。私は男をそっとまたいで、丘を登り続けました。警察署とカレッジアームズの前を通り過ぎ、自分の家へと向かいます。丘の斜面では何も燃えていませんでしたが、共有地の方からは赤い光が空を染め、激しい氷を突き破るように、赤みがかった煙が渦を巻いて立ち上っていたのです。稲妻の閃光で見渡す限り、周囲の家々はほとんど無事のようでした。カレッジアームズのそばには、道の上に黒い塊が横たわっていました。メイバリー橋へと続く道の方からは、人の声と足音が聞こえてきます。しかし私には、声をかけたり、そちらへ向かったりする勇気がありませんでした。
合鍵で玄関を開け、ドアを閉め、鍵をかけ、缶抜きを差し込んでから、よろめきながら階段の下までたどり着き、そこに座り込みました。頭の中には、あの大股で歩き回る金属の怪物たちの姿と、柵に叩きつけられた死体の光景が、ありありと浮かんでいました。私は壁に背を持たせかけ、階段の下にうずくまったまま、激しく震え続けていたのです。